会社の食事会で酔っ払い、誤って上司をダーリンと呼んでしまった。同僚たちはクスクス笑った。どうやら社長をものにすることに必死みたいね。私の上司、アドルフ・スコットは冷たい表情で私を睨みつけた。口さえきちんと閉められないのになぜ酒を飲む？一瞬、凍りつくような沈黙が流れた。その時、テーブルの向こう側から、社内でも有名な手強いプロジェクト CEO、アーチャー・キングストンが冷笑を漏らした。彼女は僕を呼んでいたんだ。君がそんなに取り乱すことか？私は大学時代からアドルフ・スコットを追いかけ、彼の会社に入るため、アシスタントという役職に就いた。周りはみんな私が彼にぞっこんだと知っていた。ある日、書類を届けに行くと、彼のオフィスの中からからかう声が聞こえてきた。あの家のお嬢様、オーロラ・ジェンキンスがあえて君のアシスタントに？君、本当に彼女を雇ったのか？アドルフは鼻で笑った。彼女がどうしても来たいと言うからさ。どうしようもなかった。周りの者たちは笑った。確かに。彼女って昔から君にくっついて離れなかったよね。何年経っても変わらないな。でもアドルフ、ロリーと真剣になる気は本当にないのか？彼女、文字通り君と一緒になること夢見てるんだぜ。この前、彼女の家がお見合いをセットアップしたとき、夜遅くに俺たちを飲みに引っ張り出したじゃないか。あの時は君も彼女のことを気にかけてるのかと思ったよ。その言葉が終わらないうちに。アドルフは突然怒り出し、声を低く落として、氷のように冷たく言った。彼女はただの鬱陶しいやつだ。どうして気にかけると思う？ドアの外でノックしようとしていた私の手はゆっくりと下がった。私はただドアノブを握りしめ、ドアを押し開けた。中にいた者たちは私の予期せぬ登場に凍りついた。だがそれは一瞬だけだった。すぐに彼らはみんなまた笑顔に戻り、何事もなかったように振る舞い始めた。ロリー、またアドルフに朝食を届けに来たの？それは私の日課であり、一日も欠かさなかった。アドルフは頭さえ上げず、私の行動をすべて予想していたかのようだった。彼はただ私の方へ曖昧に顎をしゃくった。テーブルの上に置いておいて。しかし私は首を振った。書類と辞表を彼の机の上に置いた。朝食じゃありません。辞表です。ご査集ください、スコット社長。みんなは呆然と私を見つめた。彼らは机に群がり、辞表の文字を読もうと首を伸ばし、それから信じられないという口調で聞いた。マジかよ、ロリー、本気なの？アドルフはようやく眉を潜めて顔を上げた。彼は私を見つめた。これはどういうことだ？私は辞表を彼の方へさらに押しやった。やめます。電子版も社長のメールに送っておきました。忘れずにご確認ください。アドルフは机の上の辞表を一別し、苛立ったように聞いた。昨日遅くまで仕事をさせたからか？私は首を振った。違います。ただ、もうこの仕事はしたくないんです。アドルフの表情はようやく少しずつ硬くなっていった。私が振り返って去ろうとしたとき、彼が声をかけた。ロリー。今ここで去ったら、もう二度と俺のところには戻ってこられないぞ。それは脅しのように聞こえたが、同時に警告でもあった。私は振り返らなかった。これ以上ないほど嬉しいです。部屋の空気は瞬時にして氷点下まで冷え込んだ。ドアを押し開けて出ていくとき、後ろで慎重に探るような声が聞こえた。アドルフ、彼女、ちょっとわがまま言ってるだけだよ。気にするな。そうだよ。彼女がどれだけ君のことが好きかわかってるだろ？多分今日の午後には後悔して戻ってこいって泣きついてくるさ。
アドルフは固く閉ざされたドアをじっと見つめ、冷ややかに鼻を鳴らした。どうでもいいことだ。私はオフィスからすべての不要なものを捨てた。結局、持って帰るものは何もないことに気づいた。空っぽになったデスクを見て、私は笑い出したくなった。昨夜、残業中に受け取った匿名の動画のことが思い出された。個室で、アドルフは驚くほど美しい女性を腕に抱き、周りのおしゃべりを無関心に聞いていた。ロリーは相変わらずアドルフの会社で雑用をコツコツやってるんだって？でもさ、アドルフもすごいよな。あのお嬢様、もう何ヶ月も俺たちのパーティーに顔出してこないよな。その通りだった。何年もアドルフを追いかけ、お嬢様育ちの私が彼の専属の下僕のようになっていた。彼が一言言えば、私は喜んで残業し、彼の接待に付き合い、疲れ果て病気になるまで働いた。結局、彼の友人たちからの嘲笑しか得られなかった。こうしてみると、ロリーって本当にアドルフの一番従順な犬みたいだな。彼はそばに立ち、グラスを回しながら否定もしなかった。彼はむしろ鼻で笑った。何言ってるんだ？彼女はただの俺の側にいる犬だよ。一番従順ってわけじゃない。部屋中に笑い声が響いた。その瞬間、私は頭から氷水を浴びせられたような気がした。とても冷たかった。しかし同時に私は目が覚めたような気がした。しばらく考えた後、私は静かにスマホを取り出し、連絡先リストをスクロールして、最近家族がセットアップした新しい男性を見つけた。彼は本当に素晴らしい人だと聞いていた。しかし以前は私の頭はアドルフでいっぱいだったので、会うのを伸ばし続け、むしろ破談にしようと考えていた。今、少し不道徳かもしれない。しかし、周知の通り、元彼を忘れる最良の方法は、新しい恋を始めることだ。私は画面をタップした。明日、会いませんか？驚いたことに、彼はほとんど即座に返信してきた。もちろん。彼はとても紳士的だった。時間を私に選ばせ、場所は彼が手配すると言ってくれた。しかし、私の両親が前にこのお見合いの話をしたとき、私は一言も耳に入れていなかった。だから今、私はこの男性について全く何も知らなかった。待ち合わせ場所に早く着き、私はドアの外で躊躇した。後で彼のことがわからなかったら？それはとても気まずい。私が行ったり来たりしていると、誰かにぶつかってしまった。顔を上げた。私の視線は完璧に仕立てられたシャープなスーツと出会った。その上には驚くほど精緻な顔立ち。そしてその顔の持ち主は優しい表情で私を見つめていた。中に入らないの？彼の完璧にキスしたくなるような薄い唇が動き、話しかけてきた。私は無意識に唾を飲み込んだ。そしてすぐに自分の失態に気づいた。なぜなら私はこの男性を知っていたから。アーチャー・キングストン。業界では有名な実力者。私はアドルフの会社の目標パートナーリストで彼の名前を数えきれないほど見たことがあった。しかし噂では彼は非常で冷徹で非常に近づきにくい人物だと言われていた。彼とのコラボレーションは成功したことがない。私はすぐに後ろに下がり、彼に道を譲った。あ、すみません、本当にすみません。人を待ってまして、少しぼんやりしていました。申し訳ありません、お先にどうぞ。しかし、目の前の男性は柔らかく笑った。ジェンキンスさん。私は驚いて顔を上げた。どうして彼は私の名前を知っているのだろう？彼の目には笑いの気配があった。もしかして、あなたが待っている人は私ですか？私は呆然とした。私の家族は、
ただ本当に素晴らしい男性を紹介すると言っていた。しかし、アーチャー・キングストンほどの人物だとは夢にも思わなかった。アーチャーと向かい合わせで、彼が手配した個室に座るまで、私は平静を保ち、礼儀正しく微笑んだ。テーブルの下で、私は必死に母にメッセージを送っていた。私のお見合い相手、アーチャー・キングストン？うちの家って彼と結婚できるくらいのお金持ちになったの。みんな私に内緒で大金持ちになったの。母は即座に疑問符で返信してきた。何言ってるの、あなた？もう妄想してるの？あなたのお見合い相手は、アーチャー・キングストンの遠縁の甥っ子よ。おばさんがちゃんと説明しなかったんでしょ、きっと。私は向かい側の微笑みながら私を見つめる男性をちらりと見た。こんなにハンサムな顔が2つもあるわけがないよね。私たちの目が合ったとき、私はもう忙しいふりができなかった。私はどもりながら言った。あなたはアーチャー・キングストンさんですよね。彼はうなずき、それから申し訳なさそうな微笑みを浮かべた。はい。私の落ち度です。まだ自己紹介をしていませんでしたね。はじめまして、ジェンキンスさん。私はアーチャー・キングストン、今日のあなたのデート相手です。簡潔な自己紹介。しかし、それは母から教えられた情報とは全く違っていた。私の頭は混乱していた。でも、私のお見合い相手はもともとは。アーチャーは眉を上げた。彼はテーブルの上の湯の実を取り、軽く一口すすった。あの子は君にはふさわしくない。だから私が代わりに来たんだ。彼は私を見上げた。何か問題でも？ジェンキンスさんは彼の方がいいのかい？私は凍りついた。彼の言い方まるで昔からの知り合いのようだった。私の心臓はドキドキし始めた。一方でアーチャーは完全に平静を保ち、彼の落ち着いた深い目が私を捉え、明らかに返答を期待していた。私は無理に言葉を絞り出した。もちろん違います、彼のこと。何も知りませんから。彼は優しく笑った。それなら私が彼の代わりをしても大丈夫だよね。私は唾を飲み込んだ。いえ大丈夫です。